皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアによるウクライナ侵略、それをめぐっての各国の動き、アメリカ、ロシア、中国、この3つの国の関連情報を取り上げて解説していきます。役に立ったなと思う方は、ぜひともチャンネル登録及び他の人への拡散もよろしくお願いします。まずは、ウクライナ支援の大きな柱であるアメリカの動き、前線を支えるために必要な砲弾の作成能力を大幅に引き上げています。アメリカの国営放送、ボイスオブアメリカによると、アメリカで砲弾を作っているスクラントン陸軍弾薬工場は現在、生産設備への投資の結果、1ヶ月あたり3万6000発以上の 155mm 砲弾を生産している。しかし、この砲弾工場、2022年までであれば、この工場で作られる砲弾の数は月に7000発だった。陸軍は当初、2027年までに月に3万5000発の砲弾を生産することを目標としていた。それが目標を2年以上も早く達成したこととなる。まずアメリカの砲弾作成能力の向上。バイデン政権自身はウクライナ支援を継続的に行うことを表明していたわけですが、ここ半年は予算が封じられたことにより、ウクライナへの弾薬補給も全く行えなくなっていました。しかし、予算が尽きるその前の段階からある程度進められていた設備投資によって砲弾の作成能力は上がってきています。今回のボイスオブアメリカの報道によれば、月3万6000発という状況まで改善しているわけですが、最終的な目標値としては月産9万発を目指しているということです。もちろんそれにはまだまだ設備投資が必要なわけですぐには達成はされないわけですが、しかし状況としては悪化するよりも改善する方向へ向かっているのは明らかでしょう。そしてこのような砲弾の作成能力の向上に関しては、アメリカ以外でもドイツ、フランス、イギリス、これら3カ国においても同様の発表が行われています。具体的にどれだけの生産能力が今あって、どれだけまで目標値を持っているかについて公表はされてはいません。ただ、工場の新設といったニュースなどもドイツのラインメタル社からは出ていますし、時間はかかっても確実に状況は改善されることでしょう。なお、ドイツのラインメタル社なのですが、通常砲弾だけではなく、特殊砲弾をウクライナにある程度送る計画なども記事で出ていました。通常の砲弾よりもはるかに射程距離の長い特殊砲弾、射程距離100キロを超えるという開発中のものだそうですが、ドイツのラインメタル社は以前からウクライナへの支援には非常に積極的に参加しており、新開発の兵器を試すにもこれをチャンスだと考えているのでしょう。一方で、ローテク製品である砲弾は、製造設備と人数をある程度かければ数を揃えることができるわけで、ロシア側の方が、これまでは製造能力は非常に高いものでした。しかし、ここには一つ問題が発生しています。それは現在のロシアにおいては、人手不足問題といったものが発生しているのです。人手不足が発生している理由というのが、まず第一に、労働者人口帯において、そもそも戦場に持っていきたいという政府側の意向もあって、どんどんと軍で男性をかき集めています。さらにはそのような戦場に送られることが嫌な人たちは国外にすでに脱出しています。そしてそのような労働者不足を補おうとして海外からの労働者を入れていたのですが、これに関してはイスラム武装勢力が起こしたモスクワテロにより多くの人々が亡くなったことから、単純に海外から人々をどんどんと入れることには政治的な問題を抱えています。ロシアの場合、とにかく軍需産業に対してお金を突っ込みまくるといったことを行っているわけですが、しかしそれもまたある程度の限界があるでしょう。続いて、そうしたロシアの問題、どのようにしてじゃあ克服しようとしているのか。ロシアにとって非常に頼りになる国があります。それが北朝鮮です。国連安保理北朝鮮への制裁調査専門家パネルが活動停止。北朝鮮に対する制裁の実施状況を調査してきた国連安全保障理事会の専門家パネルがロシアの拒否権によって任期が延長されず30日で活動停止することになりました。北朝鮮による核・ミサイル開発への国連の監視が弱まることが懸念されます。安保理の制裁委員会の下にある専門家パネルは2009年に設置され、北朝鮮がどのように制裁を逃れ、核・ミサイル開発を続けてきたかを調査して、毎年2回報告書を公表してきました。最新の報告書では、北朝鮮が核・ミサイル開発に充てる資金のおよそ 40% を違法なサイバー攻撃によって獲得、輸出が禁止されている武器や弾薬を
ロシアに供与している疑いも調査。しかし先月、専門家パネルの任期を延長する決議案がロシアの拒否権によって否決されたことから、パネルの任期が今月いっぱいで切れ、30日をもって活動停止することになりました。過去15年にわたって北朝鮮による制裁逃れの実態を報告してきた専門家パネルの活動が止まることで、核・ミサイル開発への国連の監視が弱まることが懸念されています。北朝鮮が核開発を進め、一方で地球の裏側にまでそうした核兵器を届けることができる大陸間弾道ミサイルの開発を進めることは、少なくとも中国やロシアですらも反対しました。だからこそ国連の制裁は実施されているわけです。ところが現在の状況下では、そうした過去の決断といったものが、もはやロシアにとっては邪魔者でしかありません。だからこそ制裁を監視する仕組みを自ら無効化しようとしています。ロシアによるウクライナ侵略その当初においては、ウクライナをすぐにでも打ち倒せることができるだろうとプーチン大統領は考えていたはずです。実際そのように見ていたのはプーチン大統領だけではなく欧米側にもありました。ドイツの外交官は、どうせウクライナはすぐにでも滅ぶんだから軍事支援する意味はないといった具合にして、当初はすごく消極的な支援にとどまっていました。そのために最初に送られた軍事支援がヘルメットだったというのは非常に有名な話です。さらにはロシア軍はすぐにでも首都に乗り込んでウクライナの主要拠点を抑えるだろうと見て、ゼレンスキー大統領に国外へと脱出し亡命政権を作るべきだといった話なども一時はニュースで本気で報じられたものです。しかし現在の状況下においては、東部戦線南部戦線といった具合にして広大ではあるものの、一部地域において戦闘が行われていることから、この戦争がすぐにでも終わるわけではありません。そして現状のロシアだけの戦力では、欧米からの支援を受けているウクライナをすぐに倒せる見込みなど全くありません。だからこそロシアは多くの国々からの協力を得たいわけですが、そのような求めに応じる国というのは非常に限られているものです。その中でも軍事物資を送ってくれる国というのは北朝鮮であり、その北朝鮮を今のプーチン大統領は何としてでも協力関係を深めたいわけです。もしもロシア単独でウクライナを倒せるというのであれば、今回のように北朝鮮に対する制裁を自ら破壊するような行為をしないでしょう。それだけ現在の戦いというものが決してプーチン大統領の思い通りに進んでいないことを意味しています。最後にロシアにとってもう一つの頼りの綱である中国の話題を入れておきましょう。中国、ロシアに武器売却せずと約束。マクロン氏ら会見。フランスを訪問中の中国の習近平国家主席は、中国がロシアに軍事転用可能な部品を輸出しているとの米欧の批判に反論した。マクロンフランス大統領との会談後の記者会見で語った。習氏はロシアのウクライナ侵略をめぐり、平和のために積極的な役割を果たしてきたと強調。対ロシア支援を批判する米欧を念頭に、この危機に乗じ、第三国に責任をかぶせてイメージを悪化させ、新たな冷戦を引き起こすことに反対すると発言した。マクロン氏は会見で、中国がロシアに武器を売らないことや、軍事転用が可能な材料の輸出を厳しく管理することを約束したと明らかにした。約束を前向きに受け止めるとも述べた。この記事についていた専門家のコメント。慶應義塾大学総合政策学部教授、広瀬陽子氏はこのようにコメントしています。中国は欧米からの制裁を恐れているので、ロシアに兵器の供与は行わないと考えられるが、問題なのは軍事転用が可能な材料の輸出である。それについては、まさに中国がロシアを支えている状態で、2023年には G7 の優先輸出管理リストの対象となるロシアの製品輸入の約 90% を中国が担っていた。その具体的な品目は兵器製造に必要なデュアルユース製品であり、マイクロチップ、工作機械、通信機器、レーダー、光学装置、センサーなどであり、ロシアの国産能力が弱い領域だという。それらのロシアの対中依存度は2021年の 32% から2023年には 89% に急増した。中国の欺瞞を看過せず、国際社会が厳しく監視することが重要だ。記事にコメントしていた広瀬教授の言うように、中国としては北朝鮮のような武器弾薬を直接ロシアに販売するといった行為はおそらくはしないだろうと思います。というのも
も現在の状況からすればそこまでする理由というのが中国にはありません。なぜならば現在のロシアはすでに中国にとって非常に都合の良い存在になっており、特にこれ以上踏み出して欧米からの制裁を招くような行為は意味がないからです。平和時の理屈としては、現在の状況が長引けば長引くほど中国にとっては都合の良い状況です。まず第一に、欧米からの製品やサービスを受けられなくなったロシアは、それらのものやサービスというものを中国へと切り替えようとしています。もちろん自国で何とかしようとはしていますが、実質的にはロシアの内部で解決できない問題がたくさんあるからこそ、中国から物やサービスをどんどんと受け入れているわけです。つまり、ロシア経済は中国経済にどんどんと組み込まれていくわけです。中国が進めている一帯一路構想の中で、ロシアが人民権経済の中に取り込まれるような話であり、この状況が長引くことは中国側の国益にかなうのです。しかも、ロシアが欧米に売ることが難しくなってしまったエネルギー資源などは、中国は安く大量に購入しています。ロシアを助けてあげますよという時に高値で買い受けるのであれば、それはロシアにとっても非常にありがたいことなわけですが、しかし中国側の持ちかけた話というのは、欧米に売れないんだったら中国は買ってあげますよ。でも私の国にしか売れないんだったら、それなりに安くしてもらわないと困りますよ。わかりますよね、この話。という具合にして、そこはまた非常なビジネスの力関係が働いているわけです。購入する側が圧倒的に有利な交渉ができたわけで、中国にとってはありがたい話なわけです。今の状況が続けば、中国側のものやサービスをどんどんと受け入れるロシアであり、しかもロシアが物を売るときには、中国は安値でそれらを獲得できる。このような状況が続く限り、中国はわざわざリスクを冒してまで兵器を売ることはないだろうというわけです。だからこそそのようにして中国が兵器や弾薬類を売ってくれないからこそ、ロシアは必死になって北朝鮮から物を調達しようとしているわけです。このような国際環境の変化に伴って一つ懸念されるのは、北朝鮮が強化されてしまうことです。北朝鮮というのは国内の農業生産などにも問題を抱えていますし、また制裁によって経済的な発展は全く見込めないような状況ですから、このようにしてロシア側から政治・外交上の理由で優遇されるのは政権の安定化につながってしまうわけです。北朝鮮ではロシアの求めに応じて砲弾や短距離ロケットミサイルの製造工場の整備・新設の話なども出ています。そのような物品などを製造販売することによって得られたお金は、ロシアからの食料輸入などにもつながりますから、国内の安定化にはかなりつながってしまうわけです。そのようなことになれば当然のように北朝鮮の核兵器開発、そして ICBM の信頼性向上などへとつながってしまうわけなので、日本周辺には今まさに軍事侵略を行っているロシア、そして核兵器戦力が拡充され、しかも政権の安定化が図られる北朝鮮、今世紀に入ってひたすら軍拡を続けてきた中国が存在するという、まさに日本にとっては警戒をいくらしても足りないような状況へとなっているわけです。ウクライナ情勢についての話ですが、基本的にはそのようにして世界が平和に向かうのではなく、むしろ今世紀は国家間戦争、そして複数国の大規模戦闘といったものもある程度念頭に置かなければならない、そのような危機の世紀だと言えるでしょう。というわけで今回の動画ではウクライナ情勢を軸にしてアメリカ、ロシア、中国、北朝鮮、これらの周辺国の話をしてきました。参考になったなであるとか、情報の更新に役立ったなと思う方はぜひともチャンネル登録やスーパーチャットよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。